どうしよう。手土産とか持ってきた方がいいかな。なんで手土産？わかります。この張り詰めた空間に手ぶらで入るのは勇気がいりますよね。せめて手土産の一つでも持参して会話のきっかけが欲しいというか。あれ、太陽カズ。双バッチも何してんの？皆さんお疲れ様です。レッスンルーム入らないの？入りたいんだけどね。ちょっとそんな空気じゃなくて。それってまさか。レッスン室の中を見てください。お？わあ、みんなにらめっこしてる。笑うと負けよ。そんな穏やかな雰囲気じゃなさそうだね。仁太郎はなんかフリーズしてない？なごむ兄さんはいつもより瞬きの回数が3倍多くなってる。アグリさんは何度か口をパクパクさせていますが、何を言えばよいのか分からず困っているようです。つまり喧嘩中ってことですか？見よう、声のボリューム落として聞こえちゃうよ。ごめん。ごめん。え？見ての通りクランブの中で今ちょっちトラブル的なやつ起きてるんだけど、みんな気にしないで大丈夫。ここは咲夜お兄さんに任しとき。咲夜。いや、気にしないでって言われても。無理でしょ。こんな近くで喧嘩が始まりそうなんだよ。しかもガチ喧嘩したらヤバいでおなじみの二人が睨み合ってるし、なごむ兄さんを助けるのは僕であるべきだし。何があったのかは知りませんが、僕たちが力になれることはありませんか？喧嘩両成敗する。チャラ男はどうしたい？我々が間に入った方が良いか？それは、いつまでもこうやって睨み合ってるわけにもいかんか。自分たちに都合の悪い情報はスルーして見ないようにする。それでめでたしとはならんよな。いろんな人がいるから全員に好かれるのは無理やって悟ったようなことを言うて終わらせるんやなくて、誰にも文句言わせへんくらい圧倒的な存在になる。そう言い切れるくらいの気概を見せろってレオンはそう言いたかったんやろ。分かってあげられんでごめんな。俺もムキにならんとレオンの気持ちもっとちゃんと考えてあげるべきやった。というわけで仲直りしーん？こっちこそ悪かったな。レオンが素直に謝るなんてすごいよ。成長したね。わあ、みんないつの間に。ごめん、なんかそろそろ入っても良さそうかなって思ってスルッと合流しちゃった。こっちこそごめんね。入りにくかったよね。なごむ兄さんが謝る必要なんて全くないよ。悪いのはなごむ兄さんを困らせたレオンと一星だから。一星頑張ったね。まあ俺が俺んと終わらんなって思ったしな。いや、あれちょっとちょくりみたいな雰囲気あったけど。無言つらかった。お疲れ様でした、アグリさん。5分間無言の仁太郎を初めて見た。息するの忘れてたぜ。みんな仲良しなった？そうだね。これで一件落着かな。で、結局喧嘩の理由って。はいはい、注目。無事に一星とレオンが仲直りしたところで、はい、これ。あ、それって咲夜くんの愛がたくさんこもった手作りクッキー。手作りクッキーだ。仲直りの記念にどうぞ。つまり仲直りクッキーですね。おいしそう。クックのクッキー。クッキーある？いっぱい作ってきたから好きなだけ食べな。手土産あったんだ。ありがとう。最近昨夜の差し入れが多い気がするんだけど。プンプンクッキングで作ったやつついでに持ってきてるだけだから気にしなくてオッケー。いただきまーす。
仲直りクッキーなら俺らがもらうのが筋やんな。さっさとよこせ。いや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 、二人がそれ言っちゃいます？あ、はい、坊ちゃんも。美味しいもの食べて元気になっちゃいなー、的な。もらおう。ではクラン部の皆さんは以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。終わったみんなお疲れ様。疲れた。今日はゆっくりお風呂入ろう。アロマも炊いちゃおう。ええな。風呂上がりは筋肉が柔らかくなる。ストレッチを忘れるなよ。はいはい、分かってます。僕は事務所に戻ろうかな。まだ仕事するの？書類を出しに行くだけだよ。俺はばあちゃん家に顔見せに行くぞ。じゃあ何人かでタクシー乗って帰ろうか。昨夜は？ああ、俺も。レイ様、いらっしゃいました。来たか。この度はお招きいただきって何これ。レイ様が早朝から精を出してお作りになった料理の数々です。すべて黒焦げとなっておりますが、左から餃子、焼き魚、卵焼きでございます。太陽君のパンケーキも真っ青なくらい真っ黒。手順は完璧だったはずなのだが、なぜだ。僭越ながら少々ご進言申し上げます。レイ様はすべての手順が完璧でしたが、ただ一点ミスがございました。何、この完璧な私にミス？火加減でございます。火加減？何このやりとり。料理が焦げる理由なんて火加減以外ないっしょ。てか坊ちゃん、インターナートで俺が手取り足取り料理を教えたあの日々は何だったわけ？私にも皆目わからぬ。インターナートでは問題なくできていた。じゃあどうしてこんなことに。さあ。いや、俺のせいだ。火の調整は坊ちゃんには難しいと思ってちょこちょこ自分で調整しちゃってた。そうなのか。ではこの惨状は昨夜様のせいということでよろしいでしょうか？いいわけなくない？まあ待てモリア。チャラ男も悪気があったわけではない。そう落ち込む必要はないぞ、チャラ男。ツッコミが追いつかない。私を誰だと思っている？失敗は成功のもとなのだ。どういうこと？一つだけ成功した料理がございます。昨夜様、ダイニングへどうぞ。いただきます。食べるがいい。どうだ？さ、このカニカマチャーハン、美味しすぎるんだけど。そうか。味も深みがあって米もパラパラだし、私の作るカニカマチャーハンは私のごとく美しくなければならない。それで今更なんだけど、なんで俺呼び出されたの？見てわからぬのか？坊ちゃんのお料理お披露目会ってこと？そうだ。どうして俺に？お前が皆に差し入れをしているのと同じ理由だ。美味しいご飯を食べれば元気になるのだろう？なんか勘違いしてる？俺めっちゃ元気だけど。いつまで火加減を調節してやるつもりだ。周りを見てバランサーになることも大事なことだ。しかしそのことで自分を犠牲にすることは違う。トラブルが解決して皆胸をなで下ろしていた。最後まで笑顔の裏に影を帯びた表情をしていたのはチャラ男だけだったぞ。全部バレてる？ああ。バランサーに慣れてたらあんな空気にはならなかったっしょ。ぶつからないことが正義ではないぞ。分かってる。でもぶつからないならその方がいい。それは仲間を信頼していないということか？違う。いや、そうなのかも。坊ちゃんが俺にどうしたいって聞いてくれた時、実はかなりギクッとしてた。
それはなぜだ？坊ちゃんと俺は、クランブとイルビスタは同じグループじゃない。だから、助けを求めちゃダメだって分かってたのに、少し相談に乗ってほしいって思っちゃったんだよね。今聞こう。言ってみよ。この状況でまだ言わないのか。私は呆れを通り越して感動しているぞ。ちょっと待って。今気持ち整えてるから、せかさないで。了承した。行くよ。来い。まず、最年長のくせにメンバーの中でうまく立ち回れてないのが悔しい。結果トラブルが起きた時も何もできなかった。メンターとしてインターナートに行った時も、メグルンを怪しむばっかりで、何にもメンターらしいことできなかった。仕事はうまくいってるはずなのに、最近ずっと自分の立ち位置が不安定な気がする。そうか。なんか、愚痴ばっかごめんね。喧嘩の原因は SNS の書き込みか。やはりそうか。知ってた？イルビスタとファンファーレを褒めるためにクランブを落とすような発言があることは知っている。甘い。我々がデビューした時も同じような書き込みは多々あった。投票で負けたアイドルがどんなに束になってもクランブにはかなわない。クランブの受けられない仕事なら回してあげてもいいんじゃない？など、数えればキリがない。そうなんだ。俺、全然知らなくて。そういう意見があるだろうってことは分かってたんだけど、ごめん。自分だけが被害者みたいな顔をしてた。愛なのだ。愛？我々がお互いに悔しさがあるように、ファンに悔しさがあるのは当たり前だ。そしてその感情は、全て我々への愛から来ているのだ。だから許せってこと？そんな簡単に割り切れるもん？割り切っているのではない。ただ、愛はその人によって姿を変えるものであると知っているのだ。100人いれば100通りの、一つとして同じものがない愛の形を等しく受け止めることはできない。分かってるよ。でも、俺たちはアイドルだから、できるだけたくさんの愛に応えていきたい。でも、それって無理ってこと？じゃあ俺はどうすりゃいいの？自分を大切にするのだ。たくさんの愛をもらった分、自分を愛すればいい。それだけ？簡単か？できているようには思えぬがな。坊ちゃんって意外と俺に厳しいよね。そうだな。私のように完璧に自分を愛せる者などそうはいない。チャラ男に関しては他の者よりも難しいようだ。なのでどうしても難しいのならば、たまには頼ってくれても構わない。私は世界でたった一人、唯一無二のライバルだ。いつまで落ち込んでいるつもりだ。私の素晴らしい料理が冷めてしまうぞ。いただきます。俺、もう火加減の調整はしないようにする。良い心がけだ。結局そこを任せられなきゃ、炒める系の料理は一生うまくならないんだなって分かったし。料理の話か？やっぱ家事は俺にはまるでかなわないね。私のポテンシャルを見くびると痛い目を見るぞ。レギュラーで料理番組持ってるサキヤ君にそれ言っちゃいます？受けて立ちますけど。恐るるに足らず。昨夜大丈夫みたい。そっか。よかった。さすがレイだよね。そうだね。スバル、ちょっと寂しい？そんな気がしたから。昨夜が無理をしてることは分かってたんだ。僕だけじゃない。他のみんなも。でも、僕たちじゃ昨夜の本音は引き出せない。だからレイに託したんだけど。
同じグループなのに何もできなかったなって思って。しょうがないんじゃない？あの二人はずっとカラーを競い合ったライバルだもん。グループの仲間とはちょっと違うっていうか。俺もファンファーレのみんなには言いにくいけど、スバルには言えるってことはあると思う。その逆も。そうだね。でしょ？ありがとう。なんだか気持ちが楽になったよ。よかった。どうしたの？セカンドの候補生たちのこと考えちゃった。急だね。だってさ、一緒にオーディションを戦い抜いた仲間ってやっぱり特別だよ。これからの人生で出会えないかもしれないくらい特別。僕もそう思う。なのに、もしその中にスパイがいるって分かったらどんな気持ちになるんだろう。 SNS でもさ、ビバレンのオーディションを辞退した人が他のオーディションに出てることとかいろいろ批判されてるよね。クラップの記事が出たりね。それも全部スパイが関わっているのかもしれない。もちろん断定はできないけれど、勘違いじゃないんだよね。稲本さんと東雲さんは新しのスパイがいるのは確実だろうって。ってことはやっぱりあの人が言動を見ると一番怪しいとは思う。信じたくはないけど。突然連絡しちゃってごめんね。君が忙しいのは十分に分かってるんだよ。でも課題を共有してくれないとこっちも動けないんだよね。いやいや、君は悪くないよ。僕も無理言っちゃってる自覚はあるからさ。最近 SNS にまいた種も思ったより育たなくて、まったく無駄にファンの治安がいいったら。いや、こちらの話。そうだよね。わかるよ。でももう失敗は許されない。さあ、今日こそ次の課題を教えてもらおうか。何段階にもわたって今以上進化したキャスピア、到底追いつけるはずもないよ。遅くて駆け抜ける、どれか一つとだって誰も蹴らんはずないよ。君前追う手の前と続けてきたいや。いつだって止まらない。Not turning back back. Oh, get in my zone, follow my flow. No matter where we go, if you don't know,